プリセット洗剤と合わせたプリセットボビンケースとチャコペプリセちょいはずきちゃんストップ。もういきなりどうしたのポン？どうしたの？まあこっちのセリフよ。っていうかボビンケースとチャコペンってほら2つないとダメみたいな意味合いで絶妙にうまいこと言おうとしないの？始まるよ。こんにちは、公認クリエイターのはずきです。最近 YouTube で毎日金色のガッシュちゃんを見ています。ポンです。はずきちゃん、そういえば今回も大事なお話があったんだった。アバンダクを検証できなくて困ったことをコマンダクっていうことくらい知ってるのっぽいよ。いやそれ今回の私たちだからね。違うのよ、実は私たちやる気元気はずきな方が1000人を超えてるのよ。とっても嬉しいことなのポン。ありがとうございますなのポン。いつも応援してくださり本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。ポンも頑張るポンからよろしくお願いしますなのポン。さて今回のお話は新旧合わせたプリセット能力についてのお話になります。ポンが一番気になってたやつなのポン。また今回継承するプリセット能力はフィクサフェタル語、フィクサテルミナ語、フィクサウィクス語、フィクサアンウィクス語の4種類です。あれアバンダクちゃんはしないのポン？ね。フィクサーバンダクちゃんについては防具から準備しないといけない困ったちゃんなので今回は継承することができませんでした。コマンダクちゃんなのポン。略さないの？また今回のプリセット能力についての火力検証は1月末に来るプリセット能力についての調整前の状態を知りたいという私の気持ちから始まったことなので今の状態はこんな感じなんだなっていう軽い気持ちで見ていただければと思います。また今回は武器に付与されたプリセット能力以外を全て同じにしトレイニアにいる援護君にブーストをかけて通常攻撃 PA ガードカウンターのみを使って火力検証を行っていきます。連続の火力検証なのポン。今回の火力検証を一言で説明するのであれば少なくとも私はとってもびっくりした結果となりましたのでぜひ最後まで見ていただければと思います。ポンもとってもびっくりしたのポン。それでは早速始めていきましょう。よろしくお願いします。ポン、大人になれないポンのわがままを一つ聞いてくれ。フリセゴ付きのフリューガルド落ちてほしいの。無理。それではプリセット能力についての火力検証を始めていきましょう。潜在能力の相方で一番強いのはゴム能力なのポン。今回戦っていくのはトレイニアにいる援護君にブーストをかけた援護君スーパーなのポン。前回の火力検証と逆にしただけね。この援護君のレベルは 80、HP はプラス 300% となっています。それでは今回の火力検証の詳細を見ていきましょう。今回の参加選手は各プリセット能力の名前で呼ぶことにします。左上がフェタル選手、右上がテルミナ選手、左下がミクス選手、そして右下がアンちゃん選手です。アンちゃんセットしているクラスは全選手ブレイバー、スレイヤーです。以前のサブクラスについての火力検証で一番強かったので今回はサブクラスをスレイヤーとしました。クリティカル率が 100% でもない限りスレイヤー一択なのポン。シュネル武器が特別すぎるのポン。使用する防具は全選手オクトスアーマプラス80を3つ装備しています。特殊能力は以上の通りです。合計の打撃威力は全選手プラス 153.6% となっています。前回の火力検証と同じなのポン。今回は装備している武器のプリセットについての火力検証なので全選手同じプラス61武器ではありますが違うプリセットがついています。全選手共通の潜在能力は威力上昇プラス 29%、 ダメージ耐性プラス 10%、 TP 消費量軽減プラス 10%、 攻撃時にフォトンブラストゲージ増加プラス 10% です。とっても扱いやすいポンけど威力が控えめっていう印象なのポン。フェタル選手は割りよく売る刀にフェタル5がついています。能力はクリティカル発生率プラス 13% です。天下のクリティカル様の発生率を上げる前からある代表的なプリセットなのポン。テルミナ選手は割りよく売る刀にテルミナ5がついています。能力はクリティカル時の威力プラス 15% です。こっちは天下のクリティカル様の威力を上げる
やっぱり前からある代表的なプリセットなのと、クリティカル発生率が合計で 50% を超えてくると、こっちのテルミナの方が強くなれるらしいのと、ミックス選手はバリオくんウルカタナにミックス5がついています。能力は威力プラス 2%、弱点部位への威力プラス 5% です。弱点への攻撃、青い数字の時のダメージを上げる、新しく追加されたプリセットなのと、アンちゃん選手はあんちゃんバリオくんウルカタナにアンミックス5がついています。能力は威力プラス 2%、非弱点部位への威力プラス 15% です。非弱点への攻撃、数字が黒い時のダメージを上げる、こっちも新しく追加されたプリセットなのと、特殊能力は以上の通りです。今回は特殊能力にセズンビンターフィーブがついていますが、相手がシーズンエネミーではない援護くんなので、威力プラス 3% のみの特殊能力となっています。気になる点は、新しく追加されたプリセットがどれくらい強いのかという点でしょうか。パッと見た感じ常に効果を発揮するフェタル選手とかアンちゃん選手が有利そうに見える分ね。だね。やっぱりフェタル選手が強いのかな。この辺りがどうなっていくのか、実際の戦闘を見ていきましょう。さて現在はどういった状況でしょうか。もうね、気がついてしまったのと、何に気がついたの？一人だけとんでもないダメージを連発していることになのと、もうすぐわかるぽんよ。はずきちゃんが意味深なことを言っていますが、果たして結果はどう？おーっと、なんとあんちゃん選手が一足早く援護くんスーパーを倒しきりました。早い早い。なんとまだ他の選手は倒しきる様子がありません。これは圧倒的。おっと、フェタル選手が今援護くんスーパーを倒しきりました。あんちゃん選手と比べて大きく遅れてのフィニッシュとなってしまいました。これはヘルミナ選手も今援護くんスーパーを倒しきりました。はずきちゃん、この結果はちょっとやばいね。事前に有利不利はなんとなく分かってたぽんけど、ここまでだったのぽんね。ミックス選手も今援護くんスーパーを倒しきりました。最後まで不利な状況なのにミックス選手は頑張ってたのぽん。それでは結果まとめとお話ししていきましょう。全選手お疲れ様。それでは結果発表のお時間です。とっても予想外な結果になっちゃったのぽん。今回はプリセット能力の火力検証ということで、プリセット能力のみを変え、それ以外の条件を全く同じにし、トレイニアにいる援護くんにブーストをかけて、通常攻撃、PA、ガードカウンターのみを使用して戦ってきました。やっぱり火力検証は楽しいのぽん。それでは気になる結果を見ていきましょう。それがこちらです。じゃん！フェタル選手は3分51秒、テルミナ選手は3分59秒、ミックス選手は4分11秒、アンちゃん選手は3分40秒でした。これはねあんちゃん選手が強すぎなのぽん。っていうかこれなんでなのぽん。そうだね。援護くんには非弱点部位ばかり攻撃することになるから、ある程度は有利かなとか、フェタル選手と同じくらいかなっていうくらいには思ってはいたんだけど、おそらくね、プリセット能力の反映のされ方に原因があるのかなって思うかな。どういうことなのぽん。フェタル5っていう能力ってクリティカル発生率を上げる能力なのね。それはわかるのぽん。じゃあはずきちゃん、クリティカルってどんな能力だったかな？威力加減が 100% で計算される。余ダメージ 120% の攻撃なのぽん。そうだね。よく覚えてるね。じゃあこのフェタル5っていう能力はこう言い換えることができるよね。威力加減 100%、余ダメージ 120% のクリティカルの発生率を 15% 上げる能力っていうことよね。それが何かあるのぽん。つまり手数が多い武器の刀だけど、時々発揮するくらいの能力なのね。それじゃあ次、アンミクス5についてなんだけど、これはこう言い換えることができるの。威力が 2% 上がって非弱点部位を攻撃すると、常に威力がさらに 15% 上がるっていう能力なのね。非弱点部位ばっかりの援護くんだから。そう、ダウン時以外のほとんどが非弱点部位だから、9割方発揮する能力っていうことが言えるよね。つまり援護くんに対してのアンミクス5っていう能力は9割方常に威力が 17% 上がっている状態っていうことになっちゃうの。そ
それでとんでもないダメージを連発してたのポンね。まあそれはたまたまというかクリティカルが連続で出た時なのかな。ということでいつも通りに DPS の確認をしてみましょう。もうすでにアンちゃん選手の DPS がフェタル選手の DPS より高いのポンだね。常に 17% 威力アップはとっても強いっていうのがわかるよね。はい、ストップ。フェタル選手の DPS は3668、アンちゃん選手の DPS は驚異の4011だね。うわ DPS で見るともっと厄介のがわかるのポン。じゃあ援護くんとばっかり火力検証してるポンから援護くんに対してなのと刀のお話になっちゃうポンけど、援護くんに対して一番強いプリセットってアンエクスなのポンね。そういうことだね。それでは今回の火力検証のまとめに入ります。援護くんに対してと刀についてのお話にはなりますが、付与するプリセットはアンミクスが圧倒的に強い以上になります。武器に付与するプリセットは武器の潜在能力と同じくらい、もっと言えばそれ以上に重要ですので、武器のプリセットにもこだわっていきたいですね。ポンはアンエクスをメレク刀やバリオクウル刀につけて全てのエネミーの非弱点部位を攻撃していこうと思うのポン。それができないボスエネミーもいるけどね。皆さんもバリをクール武器であれば比較的お安く入手できると思いますので、ぜひ試していただければと思います。はい、ということで今回の火力検証は以上なんですが、この場をお借りして今回の火力検証シーズン5についてのお話をさせていただければと思います。突然どうしたのポン？実は火力検証シーズン5には裏のテーマがあります。そんなの聞いてないポンよ。それはファーシュメル武器からお乗り換え必要な武器があるのかということを探すことです。それで今になってメレク武器とかプリセットをやってたのポンね。だね。一つ一つ調べてたってことだね。っていうことは何か一つ分かったのポン？はずきちゃん、察しがいいね。前回の火力検証と今回の火力検証、そしてあと一つの結果と以前のサブクラスについての火力検証の結果を合わせると、ある一つのことが分かっちゃうの。あと一つなのポン。ということで早速あと一つの結果を手に入れに行こうね。援護くんスーパーリゲインなのポン。それは栄養ドリンクね。前回のメレク武器の潜在能力についての火力検証と同じ条件で、武器はバリオクウル刀プラス61、プリセットがついていない状態で再度同じ条件のスーパー援護くんと戦っていきます。もう一度頑張っていくのポン。よし、はずきちゃん頑張ったね。ポンの頑張りが全カットなのポン。いいの結果が早く欲しいの。ちょっとだけ納得いかないのポン。それでこの4分25秒っていう結果が何なのポン？なるほどね。はずきちゃん分かったわよ。何かが分かったのポン？順にお話しするね。まず迷ったのはメレク武器とバリオクール武器、どっちが強いのかなっていうことなんだけど、それはさっき出してくれたタイムと前回の火力検証の結果を比べると分かることなのね。それでさっき前回と同じ条件でスーパー援護くんを倒したのポンね。そう、前回のメレク武器の潜在能力についての火力検証でメレク武器で一番早かったのはカイ選手の4分1秒で、さっき倒してくれたバリオクール武器のタイムが4分25秒だから、まず1つ目メレク武器の方がバリオクール武器よりも強いってことになるのね。で、それと同時に前回のメレク武器の潜在能力についての火力検証で会心の型を持ったカイ選手が一番早かったから、2つ目メレク武器で強い潜在能力って会心の型っていうことがわかるのね。で、今回のプリセットについての火力検証で一番強かったプリセットはアンエクスなのポン。そうだね。だから3つ目武器に付与するプリセットで一番強いプリセットはアンウィクスっていうことがわかるのね。どんどん分かってきたのポン。で、以前のサブクラスについての火力検証で分かったことは、サブクラスはスレイヤーが一番強いのポン。だね。だから4つ目セットするサブクラスはスレイヤーっていうことが分かるのね。全部分かったのポン。そう、つまりこの条件を全て合わせると会心の型でアンウィクスが付与されたメレク武器でサブクラスがスレイヤーっていう組み合わせが強いんじゃないかなっていう仮説ができたのね。すぐに火力検証してみるのポン。ドッキドキのワクワクなのポン。そう言うと思ったから作っちゃっちゃ。早いのポン。さすがなのポン。
ということで次回はいよいよ実戦形式でのファーシュメル武器との戦いに入っていこうと思いますので、引き続き火力検証シーズン5を見ていただければと思います。次回はポンが主役なのポン。本当に？はい、ということで今回の火力検証はいかがだったでしょうか。いつか困ったちゃんのアバンダクちゃんコマンダクちゃんも火力検証してみたいなって思いながらもアンミクスの強さに驚く火力検証でした。今回のプリセット能力についての火力検証は1月末に来るプリセット能力調整前の結果として覚えておいていただければと思います。またプリセット能力調整後にも同じ条件、今度はプラス80でやってみるのも面白そうなので、次回以降も引き続き私たちのチャンネルと火力検証シーズン5をよろしくお願いいたします。次回以降も見てくださるやる気元気葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでとなります。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会えることを楽しみにしています。バイバイ。ヒーニュー娘へ早く最強のファーシュメル刀を捧げるのじゃ。お外に置いてもまだ元気なのポン。もういっそ切ってくれんのか。そしたら直接入っていけるのでの。とにかくもうこのぬいぐるみがうっとうしいのじゃ。絶対切ってあげたりしないのポン。そろそろ覚悟ができたポン。まずい。あれを食らうとさすがの我も。あれ？どうした？打たないのか？強分のストレッチパワーがもうないのポン。それフォトンじゃなくてストレッチパワーで打つのじゃな。もうこんな喋る人形なんてこうするのポン。まさか。よいしょっと。なのポン。どうなのポン。これで少しは黙ってほしいのポン。はわ。感謝するぞヒンニュー娘。これでようやく我はこの忌まわしきぬいぐるみから解放される。ポンもしかしてやっちゃっちゃのポン。